白と桃だ。今日も今日とてパソコンを組み立てていくよ。今回の主役は小さいブラボか。じゃーん。ザストラコーバス CR410ARGB ザストラっていう日本でも新しいメーカーのケースだよ。 PC ケースかよ。小さくてかわちいね。さて今回の主役ザストラのコーバス CR410ARGB ジーマーで小さいねこれ。ほら2リットルペットボトルと比べたらこう比べると際立つなやっぱり。てかこれ取ってついてるのか。そうなの。めちゃめちゃ持ち運びが楽だ。しかもこの子標準で ARGB ファンが3つもついてるんだよ。光るファン付きですか。大したものですね。しかも全部デイジーチェーン対応で接続性もいい。グラップラー白とやめて。ただ小さい分サイズ感を見ればわかると思うけど注意点もあるよ。まず水冷は NG。トップに 120mm が2枚搭載されてるけど隙間がないからラジエーターは無理。なるほど、空冷限定か。そこも注意で、この背面ファンあれなんか小さい。 92mm の小型ファンなんだよここ。察しのいい視聴者さんならわかると思うけどクーラーの高さ制限も厳しくてね。最大で 140mm まで。つまり AK400 みたいな 120mm のサイドフロークーラーは軒並み全滅ってこった。そういうことになる。奥行きも削った関係でグラボも 280mm までだからミドルレンジまでって感じだね。まあこのサイズなら仕方ないか。でもファン3つ付きでこのサイズ感なら結構いい値段しそうだな。さてここで問題です。このケースいくらでしょうか。またベタな。まあ8000円とか。ふへへ。この子実は今約6000円以下で買えちゃうんだよ。ああ安くね。ファンだけで結構金かかってるだろこれ。やばいっしょ。しかもこの小ささでマイクロ ATX マザーとか ATX 電源がそのまま使えるから他のパーツ代も抑えられるのさ。小さくて高価な ITX マザーや SFX 電源はいらないと。なるほどな。メイン機よりはサブ機とかで雑に安く組みたい時にぴったりってわけか。まあそういう使い方もあり、小さくて安くてスペックそこそこ。それがこのザストラコーバス CR410ARGB というわけさ。さて今回もこのザストラコーバス CR410ARGB で一つ組んでいくわけだけど、まあこういうケースならマイクロ ATX と ATX 電源でコスパ最強に。ちっかう。わあなんだよ突然。このページを見てよしろちゃん。この可愛いサイズ感、シンプルなデザインに青でおしゃれなライティング。なるほど。へへ、顔やめろや。ということで今回は予算25万。小さくて可愛く光る WQHD ゲーミング PC。ナイスコスパで可愛い CR410 を主軸に 32GB DDR5 メモリ、VRAM16GB、2TB SSD と今の最新ゲーミング事情に十分対応できる見た目も性能もナイスな PC を作っちゃうよ。ということでまずマザーボード。マザーはアスロック B650M BGX 対 Wi-Fi アスロックの B650 チップ搭載のマイクロ ATX マザーだね。価格は 2.5 万円。 B650 型落ちモデルか。最新の B850 でも1万円クラスはあんのになんでこれを選んだんだ。見た目コスパ重視って言ったよね君さ。だってこの青のラインさ、ガッチェーじゃん。USB も増えるんでいいんです。そして載せる CPU は Ryzen 5 7500F 6 コア CPU だね。F 付きだから内蔵グラフィックなし。2.5 万円という AM5 Ryzen の中でもトップクラスの安さながら DDR5 対応で X3D を抜けば Ryzen 9000シリーズに近いゲーミング性能が出せる。何気に穴場なコスパ CPU だね。マルチ性能も8コアの Ryzen 7 5700X とほぼ同等だから思ったより悪くないのもミソ。そしてメモリはクレブのフィット V メモリ 16GB が2枚組の 32GB キットで、クロックは DDR5 の5600。クレブはメモリチップ大手 SK ハイニクスのコンシューマーブランドだね。昔日本市場撤退してたんだけど最近になってカムバックしてきた大手チップメーカーをバックに持ってるのもあって、価格、信頼性、入手性とバランスがいいのが魅力。そして次、SSD はキオクシアのエクセリアベーシック 2TB。最近出た QLC 型のエントリーモデルだね。QLC 型なんだけど最近のモデルでかなり性能が改善されたので採用。特にこの 2TB モデルだと QLC 型特有の弱点はほぼ無視できる感じで、最近の大容量ゲームをたくさん入れるのにコスパ良くてかなりおすすめ。詳細は他のレビューを見てほしいが QLC 型もここまで来たかとちょっと感心したよな。ねえ、SSD も最近は高いしここは抑えたいところ。そしてここでクーラーも取り付け 7500F に付属するリテールクーラーを使うよ。レイスステルスか。お前がリテール使うなんて珍しい。今回はなんだかんだ予算重視だし、せっかく付属してるし使おうかなって。あと普通にデザイン渋くて好きなんですけど分かってくれる人います？ということで取り付けできたら、マザーをケースにノルマ達成。やっぱ分解が効かないからマザー取り付けは少し難儀だね。
そして USB 類も取り付け、フロントパネル、USB 3.0 と、オーディオケーブルをつけて配線は終わり。フロントパネルは一体型じゃなくてばらけてるタイプか。だね、USB-C もないしここはかなり最低限って感じ。というか USB の位置がすごくない？これまさかサイドパネル裏側か。裏配線がないからこそのデザインだね。なかなか見ないタイプで面白い。できたら次は電源を取り付けよう。アンテックの GSK750 ATX3.1 アンテックのゴールド電源だね。お値段は1万円ちょい。このケースは中がかなり手狭だからできればフルプラグインがおすすめだよ。あと奥行きも 140mm くらいの短いやつがいいな。ということでケーブルを取り付けて、できたらケースに取り付け、こうやって手前2箇所、奥1箇所のネジを外すとブラケットが外れるから、このブラケットを電源に取り付けして、電源ケーブルを接続。戻せば取り付けは終わり。ここはかなり難儀だったな。だね、奥のネジが暗くて全くわかんなかった。代理店のサイズさんにフィードバックを送ったら、詳細な取り付けガイドを作ってくれたからそっちもぜひ参考にしてほしい。神じゃん。そして電源もつけたら、ATX24 ピンと、CPU8 プラス4ピンね。スリーブケーブルいいな。ね。スリーブというかスリーブ風のエンボスケーブルなんだけど、表に配線が見えるこのケースとは相性いいかも。そして次にグラボが XFX Swift AMD ラデオン RX9060XT16GB のダブルファンブラックモデルラデオン RX9060XT 搭載のグラフィックカードだよ。 XFX の代理店コッパさんから貸し出しいただきました。たまらん。ということで取り付け、ブラケットを外して、さすがにここはパキッと折るタイプか。グラボガッチャンコ。ケーブル取り付け。意味あるかわかんないけどグラボステーもつけておこう。お気持ちグラボステー。おー、すごいね。今回の CR410 のグラボ対応は長さ 280mm までなんだけど、今回の Swift の 9060XT は 270mm。超ギリギリなのさ。というか幅もやばくね。ほんとだ。これ補助電源が奥にあるタイプじゃなかったら干渉してエンドだったね。いやー、このギリギリ具合、たまんないっすね。なんでこうも自サカーというのは壁が終わってるのか。その謎を確かめるために我々は Amazon の奥地へ向かった。アフィリエイトリンクは踏んでってね。そっちの Amazon じゃねえよ。ということでグラボも取り付け終わったら、最後にパネルを戻して、完成だよ。うひゃーかっちー。いや、クーラー変わってるんですがそれは。はてー。はてじゃないが。いや、最初はリテールクーラーでもいいかなーなんて思ってたんだけど、思ってたより XFX のグラボがボリューミーなもんだから、CPU クーラーが小さいとバランス悪いなーって。だからより上位のリテールクーラーであるレイスプリズムを取り付けたと。そういうこと。このクーラーは昔ライゼン7とかで付属してたクーラーで、単品販売はなし。生産も終了してるのだけど、物が物だから Amazon とかメルカリとかで無限に売ってるんだよね。まあクーラーが光る分今回のマシンとは合うな。でしょ？特に真ん中のファン部分をあえて弱く光らせることで周りのリングを目立たせてるんだよ。いいでしょう。そして重量はおおよそ 8kg。めちゃめちゃ軽いな。ねえ、とってもついてるから移動も楽々だ。そして最終的な構成表がこんな感じ。結構寄り道した割には安く済んだな。でしょう。やっぱ RGB ファン含め6000円の CR410 が強い。ということで次は実際にこのマシンの実力を検証していくよ。まずゲームから。定番 FPS、Apex Legends では WQHD 最高設定がこんな感じで 100fps 後半から 200fps は安定して出せるな。だね。そしてさらに設定を下げればフレームレートがさらに伸びて 200fps を安定して出せるように。99% ローがずっと 100fps 後半でキープしてるの強いな。ね。安定性を重視したいゲーマーさんもにっこり。そしてモンスターハンターワイルズがこんな感じで WQHD のウルトラ設定、フレーム生成を入れれば 100fps 以上を安定して出せるね。99% ローも高いからフレーム生成特有の違和感みたいなのもないな。いいね。そしたら次に BF6。こっちはフレーム生成なしの最高設定でこんな感じ。計測ソフトの不具合で 99% ローが出てないのはちょっとごめんねなんだけど、さすがに最新タイトル、重量級だがそれでも 60fps 以上を出せてるな。ね。
ちなみに設定を中に下げるとこんな感じで 100fps 以上を安定して出せるようになるよ。タイトルを軽く見てきたが、おおむね WQHD 画質のゲームプレイには耐えられそうだな。だね。温度についてもグラボは60度を超えなかったし、CPU 温度も高くて80度程度で 7500F の上限である95度には全然届かなかった。WQHD 画質でのゲームも十分こなせると思うよ。そして念のため、ストレステスト、OCCT も使って、CPU とグラボ両方に3時間最大まで負荷をかけてみる。こっちはゲームとは比べ物にならない負荷がかかるからな。限界環境でどのくらい耐えられるかは大事。ということで10分経過。グラボ温度はさすが XFX、60度以下でどこ吹く風って感じだけど、やっぱ CPU 温度は上限の95度に張り付くな。まあさすがにレイスプリズムといえど最大負荷&グラボの熱を食らうのは辛いよね。だけど CPU 側で温度に合わせてクロックを自動で落としてくれるから、これでも安全っちゃ安全。どちらかというと3時間負荷をかけ続けて、どのくらいまでクロックを落とさないで維持できるかが重要。少なくともベースクロックの 3.7GHz、いや 4.0GHz 以上は回っててほしいところだね。The test schedule is complete. ということで無事完走。結果がこんな感じで、相変わらずグラボは余裕の模様。デュアルファンといっても結構ヒートシンク大きめだもんね。さすが XFX。そして肝心の CPU の方も、あの後クロックはキープできたようで 4.0GHz 以上は余裕で回せてるね。限界負荷でこれなら実用上問題ないな。そして騒音がこんな感じ。やっぱ OCCT の時は CPU がフル回転しててうるさいね。なんで楽しそうなんだよ。へへ。ただゲームの時は実用レベルで十分静か。エアコンをつけたりヘッドホンを使えばまず気にならないレベルに抑えてるよ。この小型マシンではうまくできたと思う。そして消費電力がこんな感じ。500W 電源で余裕って感じだな。ということでザストラのコーバス CR410ARGB、そしてそれを使ったゲーミング PC だったよ。どうだったかな？ 5980円の価格に引っ張られたが、安さだけではない結構面白いケースだったな。120mm 空冷、300mm を超えるグラボ、水冷クーラーなどなど、最近だと乗ってて当たり前みたいなトレンドをズバッと捨ててる。そうなんだよ。最近は安くてもハイエンドガンガンいけますみたいなケースが多いけど、その中でコーバス CR410 は、あえてミドルレンジ向けのパーツにターゲットを絞って、その分小ささや安さを求めてるって感じで潔くて好き。割り切りがはっきりしてるよな。今はなんだかんだミドルレンジでも性能全然足りますみたいな人も多いし、案外こういうケースがベストだったりするのかもな。仮にそうじゃなくてもサブ機用としてめちゃめちゃちょうどいいケースだから、ぜひ実際に使って今回のものみたいに構成に悩んでほしいね。自作の醍醐味ってやつか。そうそう。ということで今回の動画は以上。また何か質問とかあれば、コメントや X の DM によろしく。質問箱もやってるからぜひ。じゃあまた次回の動画もよろしくだよ。それじゃあ、バイバイ。